いかにその MKI としてのオリジナリティを作っていくか、早々期ですね。みんながチームとなって働く。MKI 三井情報株式会社第7次中期経営計画。今回は対談形式でいろいろとその内容について浅野社長にお伺いしていきたいと思います。今日どうぞ浅野社長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回この中期経営計画なんですが、なんと1年半という時間をかけて取り組まれたというお話を伺いました。まずその策定の経緯からお話しいただいてもよろしいですか。そうですね。1年半かけて、タスクフォースメンバー11人とあと経営企画を中心に、時間をかけて作ってきました。でなぜタスクフォースと作って経営企画で1年半もかけたかというと、やはり社長1人だとか社長の周りにいる経営陣だけで作るんではなくて、やはりボトムアップでいろんな人たちの意見を入れた中継を作りたかったという思いが一つ、それからもう一つはやはりそういったメンバーがおそらく今度中期経営計画を作った後どういった経緯があってどういった思いでそういった中期経営計画を作ったかという思いを語り部として社員のみんなに多分浸透させてくれる、そういった役割を担ってくれると思ったんですね。でなので形だけでできたものを配布するんじゃなくて、できたものをそういった語り部の人たちが現場に浸透する役割を担ってほしい、そういった思いで1年半をかけてタスクフォースと経営企画を中心に作ってもらいました。もうしっかりと社員一人一人に計画を伝えていきたいという思いがあって時間をかけて作られたんだと思うんですけれども、そういった経緯の中で策定された経営計画ですが、これから3年間どう捉えるのか、一言で言うとどんなところでしょうか。キーワードにしたいのが早々期ですね。早々期、思う、作ると書いて早々期。その言葉の早々というのを選んだ理由は、一つは最初の方の思うという方なんですけども、当社も含めた業界全体がどちらかというとお客さんの言うことをしっかりと答えて作っていくっていう受託開発型の業界なんですね。でそれが決して悪いということではないんですけども、やはり5年10年先の会社の成長、業界の成長を考えると、そういった受託開発型の仕事の仕方に加えて自らそのお客さんの事業の成長だとか我々会社の成長だとか個々人の社員のキャリアの成長というものを考えて、動いていくって、そういう能動型の会社にしたいという思いから、創造の創というのをまずキーワードにしました。それともう一つの作るの方ですね。これについては我々インテグレーションという業界なので、イメージ的には他社の A というソリューションと B というソリューションをくっつけて物事をサービスとして提言していく、提案していくっていうイメージが強いんですけども、それだけじゃなくて、やはり我々がいかにその MKI としてのオリジナリティを作っていくか、これがやっぱり5年10年先に業界の差別化を図っていくっていうことにはすごく重要だと思ったので、自分たちのオリジナリティにこだわるものをこだわって作っていく、新しいものを作っていくという意味で作るという字を選んで、それでその2つを合わせて早々期というふうに命名しました。はい、ではその早々期の具体的な方針をちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、ポイントとなるのが、我々の基礎収益力っていうのは今もう十分なものができてきたので、これはこれでしっかりと3年間で伸ばしていくということを大前提にして、伸びていったその基礎収益力の何割かを5年10年先につながるところに先行投資をしていくっていうところがすごく大きなポイントになってくると思います。我々のそのパートナーさんと一緒に体制をしっかり組んでいくところですとか、あと社内用語ですけどプリセールスというところにコストを使ってしっかりと先に体制を作ってお客さんに提案をどんどんしていっていい受注を取っていくっていうところ、それから社員がどんどん自分たちの成長につながるような教育の場を設けていくとか、そういったところに使っていきたいと思ってます。イノベーションについてはこの分野にいくらっていうところまではまだ決めてないんですけれども、5年10年先を見据えてみんなで新しいものを作っていくっていうようなカルチャーを作っていきたいと思ってます。なので、R&D のような専門部隊のところの人たちも予算を少し増やしてしっかりと5年10年先を考えてほしいですし、その人たちだけではなくて全社員がさっき言った早々期のそう思うところですね。将来何をやれば
会社、お客さん、自分が成長するんだろうということを思い描いて、日々の業務の中で次につながるところに MKI のオリジナリティにこだわって物事を作っていくっていうところにイノベーション的な活動を期待しているっていうところですかね。はい、社員の給与のアップですとか、福利厚生のアップというところにちょっと金額は今の段階では言えませんけども、しっかりと政策を立てて方針を立てて、打ち出しをしていきたいと思っています。それともう一つはキャリアオーナーシップというか、社員が自分たちのキャリアを形成していくにあたって必要なその知識だとか場とか、考え方、機会っていうことを作っていくようなところに、その成長投資の中の人的資本投資という形で使っていきたいと思っています。早々期と定義づけられたこの経営計画の中でイノベーション、そして人材、この2つの大きな枠での成長投資が、設けられているというお話を先ほど浅野社長からお伺いしました。このあと3年後までに社員の皆さん一人一人が、この意識行動の変革が求められる、そういった時期になってくるのかもしれません。一言で言うと連結一体経営かなと思います。でその連結一体経営の強みの意味は2つあると思ってまして、1つが三井情報グループとしての連結一体経営だと思います。中継で掲げた3年後に2800名の体制を目指しているんですけれども、一人一人がもちろん経験を積んで知識も積み重ねていって、でナレッジを高めていく、で、個々人の戦闘能力を高めるということは教育費も使ったりしながらしっかりと早々期でやっていくんですけども、一人一人が強いことに加えてやはりみんながチームとなって働く、でこの一体感が会社としての強みになることは間違いないと思ってますので、さらに三井情報グループとしての連結一体経営を高めていきたいと思っています。広い意味で我々三井物産グループなので、三井物産のグローバルアセット、事業アセットってものすごくありますので、それを使える、自由にとは言いませんけども、ある程度話し合いの中で独立のベンチャー企業ですとか IT 会社がなかなか使えない事業アセットを使うということがすごい強みになると思ってます。例えば新しい IT の情報を取るにしても、三井物産のアメリカからヨーロッパからいろんな情報が入ってくるっていうのは強みになると思いますし、我々が IT を今度何かの事業の場で試したいと思った時に三井物産のどこどこ事業本部と話をしてその事業の場を使わせてもらえる、こういったことがなかなか独立の会社にはできない強みだと思いますので、三井物産グループの連結一体経営ということを強みにして頑張っていきたいと思っています。